グリさん、はい。最短でうんビッグ E を手に入れる方法をうん今日は教えます。嬉しいですけど、なんか嫌な予感がしますね。この赤タブを買ってユニクロのジーンズにうん縫い付けましょう。メルカリでね数千で売ってたりしますから。いや、それ縫うの大変っていうか、そもそもそれ偽造品ですね。でもね、これ実際に市場でこのタブが単体で取引されてると、はいはい。つまりみんな、うんうんジーンズっていうこの個体、うん製品じゃなくうんて、ここに書いてるうん E っていう文字うんを進行してるんですよ。たった1文字、うんうんいい大人がうんこの古着全盛の今のこの時代はい。熱狂してるわけですよ。確かにね。まあ冷静に考えると、普通価値があるのはこのジーンズ本体、この製品に価値があるっていうことですもんね。そう今日はね、うんその意味わかんないこの E の文字への熱狂をうんちょっと冷静にうん僕らなりにねこう掘り下げてみようとはい。思ってます。まずは定義の話からいきましょうか。定義。はいはい一般的にこうビッグ E って呼ばれるのは、うんこの赤タブの E が大文字だった時代の501はい。で、期間で言ったらうんだいたい1966年だったかなぐらいからうん1971年までってはいはいはい。言われてたりします。はい。でもちょっと待ってくださいよ。なんかでも有名な WX とかもこれ大文字の E ですよね。そうなんですよ。鋭いですね、はいはいはいさすが。まあ厳密に言えば、1971年より前のうんうんヴィンテージっていうのは全部大文字の E なんですよ。うんだから WX も、まあ、対戦モデル、まあ、対戦モデルも WX なんですけど、うん WX とか対戦モデルとか、まあ、そういうもの、うんまあ、個体差がねあったりするんで、そういうものは除いてうん1971年より前のものっていうのは、うん全部ビッグ E、大文字の E のタブがついてます。あ、そうなんですね。じゃあなんでこの時期だけビッグ E って呼ぶんですか、わざわざ。まあ、そこがポイントで、うん要はその1966年頃より前、通称ビッグより前の WX っていうのは、まあ、WX って言ったらまあみんな聞いたことあったりする、そんな絶対的な王様の名前があるんですよ。はいだからみんな WX、WX って呼ぶ。はいでも、うん WX の時代が終わって、その小文字の E になるまでの名もなき数年間、はいここを区別するためにあえてビッグ E と名付けたわけですよ。はいはいはい、うんなるほどね。 WX でもないそで、その後にこうちっちゃくなるスそうモール E そうでもない間の時代の通称をビッグ E っていうところですう、ね。その通り。わかりました。わかりやすくちょっと説明すると、ぜひぜひぜひ。映画で言うと、うんWX がうんハリウッドの黄金時代で、その後にうんアメリカンニューシネマというちょっとカウンターカルチャーが来て、でその後にまた大衆向けのスター・ウォーズとかが来るんですよ。ということはアメリカンニューシネマの時代がこのビッグ E っていう時代と一緒っていうことですね。まあすいません、ちょっと横道にそれまして。そうかもしれないですどうぞどうぞ。ねマニアックな話にマニアックな話でまあでそのはい。王様の WX とそのビッグ E っていうのをこう分ける境界線は何か、まあ、ここではい大きな変化、それが消えたのが、はい消えたものがあって、はい。隠しリベット、これなんですよ。これ WX ですね、じゃあ。そう、これの答えは WX、はいはい隠しリベットのうん。廃止。はい。このあれですね、お尻にあった金具、リビットですね、これが廃止になった。そうまあそれがねこう、僕にとってはねすごく大きなねこうエモいポイントなんですよ。はいはいはい。そうリーバイスのパンツってもともとはうんこうリベットパンツって呼ばれてたぐらい、へい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 。リベットパンツよ、これですよ、はいはい、この金具パンツだと、はいはいはい、リベットパンツだと呼ばれてたぐらい、うんリベットがアイデンティティだったわけなんですけど、だいぶあれですね、リベットにこう重きを置いて、そうはい、作られたものっていうことなんですそうなんね。じゃです。それをなくした、あ、これはねこう単なる、うん要は隠しリベットもいらないよねみたいな、うんこう仕様の変更じゃなくて、うんこう信念の変化なんですよ。はい、だってね、うんこう隠しリベット隠してる前はむき出しだったんですよ、うん隠してまで残したかった、なるほどね。そこまでしても残したかったそのアイデンティティであるリベットをうんなくした、まあ、効率よく大量に作りたい時代に向けて、うんもう隠してでもかたくなに残したそんな隠しリベットをはいなくす、そう企業の魂を売ってでもうん生産性を取った瞬間、はい。それがビッグイの始まりなんですよ。なんか急にドライな感じがしてきましたね。まあでも企業もね、合理化してビジネスを回してこう稼がないといけないですからね。そうでもね、うんここからが沼の話です。一口にビッグイって言っても実はこうんうんう前期後期ってねこう分かれててね全く顔つきが違ったりします、ビッグ E でも前期と後期ってそこう分かれてるんですね。そうなんです。スパイダーマンみたいですね。いろいろシリーズあるじゃないですか。まあ2000年代だったら侍未版があって、うん後にアメージング、アメージングね。マーク・ウェンマンのやつがあったりとか、うんでまあ最近だった
ったら MCU とか続いてますよね。そういうことですね。まあそうかもしれないですね、なんかいろいろあるっていうことはねはい、はい、僕も理解はしてます。ここ見てください。ここトップボタンの横のこの縫ってるとこ、はい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 、ここの、ステッチの形が下に行って上に折り返ってる V 字のものと、四角く平行に縫われてるものがこう2つあるんですよ。あ、これ V になってますね。そう、これはね、V ステッチって呼ばれる初期のディティール、実はこの V のこの V 字のステッチ、折り返ってるステッチっていうのは、ダブル X の時代の名残だったりします。名残っていうか、同じというか、一緒ね、ずっとこういう縫い方ってそうなんです。基本ずっとです。で、そうビッグになったばっかりの頃、つまり60年代の中頃っていうのはまだミシンのねこう変化が全部仕切ってなくって、ダブル X と同じ縫い方をしていたよということが言えたりします。なるほどですね。じゃあこれがこう V じゃなくなったらどうなるんですか？それが後期、60年代後半になって、こうミシンのねこう進化がこうしっかり変わっていったことによって、こう平行ステッチになっていきます。効率化されていった証拠ですよね。つまりこう V ステッチがあるビッグ E は限りなく WX に近いものであり、平行ステッチのビッグ E は66モデルに近いビッグ E ということができる。面白いですね。そうこう同じビッグ E でも前期と後期で、こう前期は WX の面で後期は66の面っていうところでこう共存してるってことですね。その通り、グリさんされてますね。違いにビッグ E って言っても、過渡期があるんで、こう同じビッグ E って言っても同じものじゃないみたいな、作られた年代によってね全然違うんですよ。さらに細かくさっきの V ステッチとか四角い平行ステッチみたいなところをさらに細かく言っていくと、その V と四角が違うんだが、そこが違ってくる要因っていうのは、この下側のチェーンステッチがこうどんな風に入っているのか、上側がチェーンステッチどんな風に入っているのかみたいな、そういうところがすごく影響してくるわけで、ちょっともう沼が深すぎてついていけなくなりました。じゃあ一旦沼から出た方が良さそう。そうですね。じゃあ一旦ね、お願いします。あまりそう沼入りすぎない進めていきたいと思います。ライトな部分でマニアがね見るもう一つ重要なポイント、それがこれです。ボタンの裏ですか？そうなんです。なんか書いてますね。数字が刻まれてます。これなんかあるんですか？これ工場の番号だって言われてます。例えば6だったらテキサス州のエルパソ工場と言われてて、後に出てくる66モデルの代名詞になったりする番号ですね。でもビッグ E の時代はもっとやばい番号が存在するんですよ、実は。やばい番号ですか？そう。わかりました。666です。はい、それはね悪魔の数字です。答えは16なんですよ。16ですか？はい。ちょっと惜しいですね。オーメンの方が良かったですね。オーメンの方が良かった。いやいや、怖い数字ばっか出してくるんじゃないよ。でボタンがこう16って刻印されてるモデルっていうのは、イエローステッチが多いんじゃないかとか、生地の色落ちがこういい、他と違うんじゃないか、いい感じに激しくてひげが出やすいんじゃないかって言われてたりとか、そんなねこう都市伝説が存在してたりもします。なるほど。じゃあこれは6ですけど、その16番っていうのの方がなんかこういい感じの価値があるみたいなことを言われたりするんですか？そう珍しいっていう。なるほど。60年代とかってもうすでにリーバイス相当な量を作ってますから、でもそうですよね。ってことはよ、工場も一箇所なわけないと。管理する工場が増えすぎて、品質がバラバラだったのかもしれないし、そうやって分かれていくことによって、この16番工場だけが特殊なものを作る大きいサイズとか、なんかイレギュラー品、普通のラインに乗りづらいものを作る工場だったんじゃないかとか、そんなねことがこうまことしやかにねこうささやかれたりすると、そんな答えのない妄想するのが一番楽しい時間だったりするんですよ。確かにそうですね。でもその均一じゃないこう工業製品なんですけど、こう昔の均一じゃなかった時代っていうのが今になってこう個体差としてこうイカさんみたいな人が楽しめる。そういうことですね。ボタン裏の数字見ただけで、こうとかパッチ裏の S とか A とかそんな記号を見ただけで、これもしかしてみたいな、こうそんなねこう妄想を膨らませることができると。これがヴィンテージの深淵なんですよ。でこんな偉そうにボタン裏の話したんですけど、僕はでもどっちかっていうと、さっき沼を止められたように、ボタンとかリベットの変化っていうのはそんなにね
うんいや興味ないとは言いませんよ。はいでもそんなね一番ここがいいんすよみたいな一番のポイントではないと、うんあんまり興奮しない、そこじゃないんだよなみたいなタイプだったりします。そうなんですか。そうなんかそっちの方が本質で言うと一番こうみんなわちゃわちゃね、楽しくおしゃべりするような、はいそういったところのイメージがありますけどいやね。おっしゃる通り、はいまあ、はいい。ろんなオタクがいるとうんいうところでねこう理解していただけたらなるほどですね。はい、じゃあなんでそんなどんどんね、うんこう作っていく必要がこうあったのかうんうんっていうのをね、うん当時のアメリカのことを想像して考えてみると、うんなんかちょっと一つつながるようなことがうんあったりします、うん60年代のアメリカっていうのはねはい。揺れてたとうんうんいうことが言われてたりして、うんうんうん揺れてる。そはい。なんだろう。歴史的にはベトナム戦争とか、まあでもカルチャー的にはヒッピーとかですよね。そうごめんと、はいはいはいその通りなんですよ、うん一方ではい。アポロがうん。月に行くと、はいはい。うんアポロ計画とかそうね。そうそうそう、はいはい月に行ったりとかそんな進化をする中でコンピューターも進化して、まあ、ああ科学が進化していくとなるほどそんな時代だったんで、まあ、はいはい。科学の進化といえばうん。大量生産、まあ、大量生産ができるようになった。はいはい。技術がまあね、発展してくるからそうね。そうそう、はい。そうなんですよ、うんうんまあそんなねこう進化を遂げるもう一方で、うん。まあ、若者たちははい。そんな大人のうん。ルールに従えるかと、はい。まあ、501を履いて、まあ、ボロボロのね、501を履いて路上で反戦を叫んでる、うんそんな時代だったり、あ、なるほど。はいそうロケットやうんコンピューターがこうハイテクがね台頭する中、こうアナログのジーンズが若者の象徴になったっていうそういうことですか？そうなんです、はいそのコントラストですよ、コントラスト。そう、はいはいビッグイって、まあ、うん反骨の精神として選ばれた服が、うん大量生産のうんうん波に飲まれて日常着になっていくと、うん。まあ、そんなね、こううんまさに過渡期の姿なんです、反骨と日常が同時に進んだ時代のパンツがビッグイっていうそうことですね。そうですいや、むちゃくちゃかっこいいですね。そうなんですよ、はいビッグイいいですよね、僕もビッグイすごい、もう大好き、ビッグイかっこいいなるほど。はいはい。なんか分かってきた気がしますよ。でしょ、はいそんなビッグイなんですけど、うん実はうんここからが僕が一番喋りたい本題なんです、今から本題なんですか？そもう結構経ちましうですよねた感じです。でも、はい。はい。ここからが今日一番のうん。うん。オタクの時間、じゃあ楽しみにします。こいつでこうやって急にルーペですか？そうですよこれもうあれですよ、視聴者とちょっと奥置いてけぼりになってる感じですけど、これ除いて先に宇宙でも広がってるんですか？いやこの時期のビッグイの最大の見どころね、はいはい。それはうんこうして、はいこうすると見えてくる、いやまあ見えてるんだが、はいはい糸なんですよ、糸、あ、糸。はいそう、はい。糸が混ざってること、混ざってる。そうはい。1960年代の後半になると、うん。ミシンの糸っていうね縫い糸、うん縫う方のね、はいはいミシンこれ取ってるですねそうそうこの、はいこう見えてるこのステッチ。ステッチの、はいその糸も進化して、うん。綿糸で縫ってたあもの、綿、コットンでそう、すね。コットンの糸から、うんポリエステルの糸、うんうんうん。そういうものがね60年代後半に出てきて変化していくんですよ、はいはい。でもうん。考えてください、一気にじゃあポリの糸出ました、はい。綿の糸いりませんってならない、うん工場には綿の糸も残ってるんです、はい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 。だから、うんその同じパンツの中で場所によってうん綿で縫ってるうん。部分と、はい。新しく入ってきたうん。ポリで縫ってる、うん。そういう部分がねうん。こう存在してるんですよ、適当ですね。まあねそれなんかもったいないからもう全部使っちゃいなさいよみたいな、そうそうお母さんの節約術、そういうことをしてたってことですか？そうだってねその数センチの生地の無駄がっていう、その大変はいはな大量生産の中でそのちょっとの違いを、はいはいお前なんだと思ってんだって話になるわけですよ、まあそうですね、さっきに言ってましたもんね。そう、はいはいかにコストカットするのか、なるほどなるほそど、稼がないとね。そう何十万枚はいはい。作るのにその糸うんのそのどんだけロス出すんじゃんみたいな話になってしまうんでなるほど。当然使い切りますと、うんうんっていうのもそうだし、うんうんこれポリの糸がねこうどこから入っていくのかっていうのを見ると、うんまあ、ただただ、うんただただ単に綿を使い切りなさいではなくて、うん強度がいるのはどこなのか、まあ、ポリの方が当然強いんで、うん、そうですよね。だからはい、綿で縫われてるところうんが適当にポリになっていくんではなくて、あ、そうなんですそうね。お尻とか強度が必要な部はい分からポリになっていくんですよ。あ、そういうことですね。だから当然もったいない精神もあったと思うが、うん新しい技術っていうのは一気に入るものではない、うんうんうん、ということでそういう風に使われていたということも見えてきたりします、でねはい。その混ざり合いこそがうん最高なんです、うんうんうんでなんでかっていうと綿っていうのははいこう洗って時間が経って経年変化するとええ色が白っぽく抜けていくんです、はい。なんとなくわかりますよね。わかります。はい。でもポリっていうのはうん色が濃く残る、抜けないとは言わないんですが、はい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 。綿に比べればうんうん相当濃く残る、うん抜けないんですよ。まあ色落ちしい。ないようなイメージですよね。そう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 はいうんでそうなることにようんって50年経った今うん見てみた時にうんうんこの一つのこのパンツの中にはい。色が抜けた薄い綿で縫われた部分と濃い部分、
そんなコントラストが生まれることによって、一本のジーンズの中で時間の進み方がずれると、それを見て感じることができるんです。詩的な言い回しですね。でしょ。はい、つまりそれは意図的なデザインじゃなくて、工場の移行期に偶然生まれたこう二重構造なんですよ。これを僕は時代の地層と呼んでいます。かっこよ。でも要は管理が適当だったってことですよね。そこがいいんじゃないかって話をさっきからしてるんじゃないですか。それによっては適当なんじゃなくて、そういう時代の揺らぎこそが過渡期の証拠なんですよ。まあいい解釈をすればそうですね。そう僕らはただ501というパンツじゃなくて、それを見てるんじゃない、時代の移る変わりそのものをね、この一つのジーンズというズボンに見てるんですよ。なるほど。結局ね、ヴィンテージ好きがビッグイとかダブル X がとかこう崇めるのはね、宗教戦争みたいな宗教みたいなもんで、赤耳がないとダメとか、V ステッチがとか、そういうまあ確かにマニアのね人って常にそういうディティールを探してこれが本物だみたいな感じで盛り上がるのがいいですよね。でも僕はこんな風に思うんですよ。ビッグイの面白さっていうのは、文字そのものいいとかさっき言った V ステッチがみたいな形で、いいっていうそのものを見るんじゃなくて、WX と66のこう間にあると見るんだと。間を見る。その通り。古い信念の WX、隠しリベットね、さっき言ったアイデンティティを意地でも残そうっていう WX と新しい合理性、新しい時代の66、まあね今言った綿糸とポリエステルだったりとか、反骨精神と大量生産、そんなねその全てが混ざり合って、どっちつかずで揺れてる、前期後期でどっちもあるし混ざってるみたいな、その不安定な時代そのものを履くこと、それがビッグイを掘るということなんじゃないかと。なんか時代に翻弄されたビッグイがこう急に人間臭く思えて、でいいですね。そうなんです。沼の入り口が見えてきましたね。私沼の入り口に。沼の入り口へようこそ。というわけで今回は501ビッグイ、オタクがたった1文字に妄想とロマンを見せられるという回で、今回はやっぱり王道501最高でしたね。まだ細かい話が、どうしました？たくさんあるんですけど、終わり？いやもう今日のところはお腹いっぱいです。次回はまた501にしました。501だと、京都、だいぶネタかぶりするけど、まあでも、まだ66前期の話も、ここがチェーンなんだとかそんな話もしたいし、501といえば、501全体を包括して501といえばお尻の形なんだよっていう話もね、やっときましょう。ということでまた次回もこんな感じでやっていきたいと思いますので、いずれ沼の中へ。そうですね。今日はちょっと片足だけつけさせていただいたので、まだね1回目ですから、ぜひぜひねこう沼の中に引き込んでいきたいと思います。わかりました。じゃあ今日はこのくらいで、ありがとうございます。ありがとうございます。この話したい聞きたいとかあったら、僕が分かることなら何でも話しますから。そうですか。じゃあ僕の提案でもいいっていうことですね。そうですね、いいです。私はもう表面的なこう部分しかちょっと全然知らないんで、これってどうなのっていうのがあれば、じゃあぜひぜひお願いします。語ってもらいたいと思いますので、じゃあ今回はこのような感じで、次回をまた見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。